世の中の人でいろいろ怖い予言を聞いて心配してる人とかいるんですけれど、ケイシーはどう言ってるんでしょうか、予言について。はいはい、いきますね。予言ってね、すごく面白いと私思うんですよ。で、これ前にもお話ししたと思うんですけれども、予言をする先生方と私は寝泊まり一緒にして何人かの人たちとですよね、その先生と一緒に生活したことがあるんですね。もちろん外国のそういった預言者の方とも生活一緒にしたことがあるんでね。それから江戸川慶子の予言についてよく知ってる。一言で言うと予言って当たるんですね。ですから当たるっていうのはその方の訓練をされた方が予言してるから、それ当たるようにできてるんでね、当たる。江戸川慶子は当たるっていうのは認めてるんだけど、実は当たらないのは本当と言ってるの。なぜ当たらないのが本当というかというとね、予言というのはあるわけです。私たちも明日はどう生活するとか、明日誰が来るとか、明日はこういうことが起きるとかっていうのを予言してましてね。それで当然ですけど、予言してないと明日何が起きるんだか分かんなかったら心配でしょうがないから。それで予言通り生きてるわけですよね。予言通りっていうか、それから予言が変わったら新しい予言っていうかね、予言っていうのはあらかじめ言葉にすると書きますんでね、ここのとこ電車ね通じなくなっちゃったから船で行こうかというようにね変えることができるでしょ。そういった意味で予言は当たるけれども、これ実際に当たるんです。やってみるとわかるけども、ただ予言通り人生が送られるってそういうことは全くなくて、ケイシーのリーディングの言葉、これを覚えておけばいい。人間の意志の方が強いよという。予言は確かに当たるんだけど意志の方が強いよって言ってますね。ですから意志WILL と書きますね。この意志の方を私は尊重するので、予言は参考にはするけども、パッと言うと無視するかな。パッと無視する。先ほど言ったように明日はどういう計画があります、これ予言ですよね。これは参考にするわけですよ。ところがうまくいかない状態が起こったら私すぐ変化させる、変えてしまうと、こういうことですね。そういった意味で私の意志の方が強い。実は昨日もあったんだけれどもね、昨日今から言うと一昨日かな、私どちらかというと天照大神のそばでお仕事してたんですね。こういうことがどうですかね。俺忙しくてね、家へ帰るのにね新幹線を予定したんだけど、その新幹線予定して、そしてですから切符買ったわけですよね。うちに帰れる東京何時に着くという、もう最近ねJR は全部コピー取ってくれますね。何時に出て出発して何時に着きますよって。乗り換え時間が何分って言います。乗り換え時間8分30秒なんて書いてある、いただくものにね。それで来るわけだけれども、私はその新幹線にね乗るのにね、私の新幹線の時間で乗ったら家へ帰れないっていうのはほら何分何秒で記されてあるからすぐ分かったんでね、新幹線早めに来た新幹線に乗りましたよ。だから新幹線は座席指定取ってあるんだけど、ほら電車変えちゃったから、その日のうちに最終電車で家に着きました。これが今言ってることかな。予言っての当たる。だから当たるに決まってるから、その逆行けばいいじゃない。自分の選択した自分の予言を作っちゃったらどうですから、最終の電車に間に合って、はい。それで私こういう人間だから、そんなこと誰にも家へ帰っても言わなかった。なんとか間に合わせるのにね、一本前の新幹線乗ってきたよなんて言ってないんですよ。そういうこと言うの興味がないの。やったね、おしまい。じゃあいろいろありますよね。それも全部自分の意思で変えることはできるんですね。はい、できます。これもね江戸川慶子のありがたいよね。日本に紹介するときにね、一番最初にあちらから講師の方がいらしたんですね。ジーナ・サミナーラ。
で申し上げたと思う。私カバン持ちやって日本中ジナサミナールと一緒に講演して歩きましたね。でジナサミナールの影響をすごく受けてるんですけどね、その中にこういうところへお伺いしたことあるんです。これ詳しいこと言いません。予言する先生方いっぱいジナサミナールの話聞きたいわけですよ。江戸川慶氏のリーディングどんな話かなんかで、今と同じ質問が出るわけですね。こういうことですよ。まさに当たるんですよ。ですからキリストイエスも予言をされてるかな。例えば一番ポピュラーなのは慶氏のリーディングです。慶氏のじゃなくてイエス・キリストのお弟子さんの中にね、たくさんの何人かのお弟子さんがいらして、サウロっていう名前のお弟子さんがいたんですね。若い方でとっても活発に活動なさるんで、キリストイエスもね目をかけてたんじゃない。それでね目をかけてたからこう言いました。サウロね、あなたねサウロという名前なんだけど名前変えた方がいいよと言ったんですよね。で名前変えてもらった。これキリストイエスが変えました。いうふうに生命判断をしてそれで名前を変えたっていうんですね。覚えてて、これ覚えててよ。いいですか。サウロだったんだけどキリストイエスは人にあなたのサウロだと影響力が少ない、人を影響力をするパワーアップする名前つけますねって言ってねパウロにしたの。皆さん見て、サウロさんが来ますよって言ったらあんまり関心ないじゃない。パウロが来ますよって言ったらよしパウロの話聞いてみようにならない。ね、実は私それやってるんですよね。私の本当の名前は元井というんですよ。元井さんっていうのはねこうかな、これも面白いから聞いててね、例えば私まだ若い頃ね女性の週刊誌が初めて日本に出た頃、女性向きの週刊誌なんかなかったんだけどね、夫にしちゃいけない名前の中に元井っていうのがあるんですよ。もう私の名前ですね。元井という人はね優柔不断なんだって。だからね結婚しない方がいいよって出るんだね。で私は名前を変えようと思ったらジナサミナラが来た時にジナサミナラの講演をね何日か2日間あたりの講演を私ちゃんと付き添って行ってましたから知ってますけどね、1日だけだったかな。でも長い講演でしたからね。それでその偉い先生がね私にね元井という名前ダメだよって言ってね、名前変えますよって言ってねじゃあ変えてくださいって言って変えてもらったらねちょっと気に入らなかった。それで私ジナサミナラのお弟子さんというねことで言ってたんでね、ただで変えてくれるのかと思ったら何十万かなんか取られたんですね。取られた、ごめんなさい、取られたっていうかかかった、何十万かかかった。でも気に入らなかったんでねさっさと名前変えました。いいですか。私の名前サウロじゃないけど元井なんです。で今私の名前聞いてね、高則です。高則、明るいでしょ。元井暗いんじゃない。高則、これ自分で変えればいいんだから。予言は当たらないっていうんじゃないけれども変えることができますよ。江戸川慶氏がそう言ってます。でイエス・キリストもそうなさったんで福田孝則もしましたよ。安心して変えてくださいませ。それはあれですね、自分の、運命とか予知されたことを変えてくださいねっていうことですね。そう。はい、わかりました。これ祈りです。世界中の人の祈りが変えてくれます。それでその時に1人の祈りより2人の祈り、10人の祈りよりね100人の祈りで1万人の祈りよりは100万人の祈りとこうなりますね。変えられますねというんじゃなくて私たちが変えますよということになりますね。ですから福田も自分の名前変えてその名前でこうやってね本を書いたり講演をしているとほら自分の人生変わるわけですよ。ということですね。自分の人生を
変えてるんじゃなくて変わる。変えてるんじゃなくて変わる。じゃあよくいろんなところで世界中の人がお祈りするのは、世界中が平和でありますようにって祈りますけれど、はい、一言で言うと、自分が平和を感じてる限り、平和になります。自分が。それ、一人の人じゃなくて、1万人人、10万人の人、100万人人、地球上がみんな平和を感じてたら、はい、変わります。というより、なりますね。